これから近所の図書館行ってきます。おはようございます。無職の TK です。日本で就職できず、13年前にニューヨークへ逃げてきた。今は妻と娘のヘーゼルと暮らしながら、無職のまま日々を記録している。この日は街へ出る予定はなかった。家族で朝食をとった後、近所の図書館を視察に向かった。一階すべてが子供向けという恵まれた環境。それでも心が求めていた空気とはどこか違っていた。気持ちを切り替え足を運んだのはベトナム系のサンドウィッチ店。ハーブと肉の香りが昼の街に広がっていた。午後、家に戻った無職のパパは再び現実から距離を置いた。小さな部屋にこもり、ただ静かに絵を描き始めた。これは家族と暮らし、逃げ場として絵を選んだ一人の無職中年の記録である。それでは本日も最後までごゆっくりお楽しみください。韓国のおじいちゃんおばあちゃんと国際電話をするヘーゼル。日本にいるおじいちゃんおばあちゃんはまだ一度もヘーゼルの声を聞いたことがない。無職の息子を持つ親として言葉にならない責任を背負っているからだろうか。13年前に海を渡った息子との距離は今も電話一本の長さより遠いのだ。来年こそはおいらの両親にヘーゼルを会わせることができるようにと願いながら猫に餌をやる。無職のパパが妻のためにコーヒーを入れる。認めた。お前に言ってる。マジ？あ？何？ね。あんたもめっちゃ似てる。やばい。そりゃそうだろう。ファーザーとドーターだから。バンバン。早速無職のパパがヘーゼルに離乳食をあげる。ローだね。隣で妻が朝ごはんを作っていく。オリーブオイル、マッシュルームをカットする。パンを焼いていく。オレンジの皮を剥く。
マッシュルームに火を通す。お湯の中に静かに卵を入れてポーチドエッグを作る。難しかった。今日の朝ごはん。あれだよ。いただきます。今日はエッグスベネディクトみたいなやつにオレンジサラダとソーセージ。水卵って難しいな。なんかマッシュルームのソースがうまい。よくわかんない。ごちそうさま。ヘゼル危ないよ。危ないよ。これから近所の図書館行ってきます。エゼルが絵本を読めるように。近所の図書館どんな感じか視察行ってきます。なんで泣いたんすか？近所の図書館にやってきた。さくら。めっちゃいいじゃん。はい。図書館着きました。なんか子供の本がいっぱい。まあ家の近くで結構子供図書館で結構良かったけど、まあいい図書館だったけど、ヘーゼルがもうちょっと大きくなって歩けるようになったら散歩しに来るかもしれないけど、ベトナムサンドイッチで食べて、軽くサンドイッチ食べてお家帰ろう。じゃあそのベトナムサンドイッチ屋さんまで歩いていきます。Yes, we open。あわりテンダラーの保育園あるけど、あわりテンダラーズ保育園あるよ。3時間預けても30ドルプラスチップとか入れるのかな、知らないけど。ロボット来た。フードデリバリーロボット来た。はい、今日お昼ご飯食べるとこ来ました。はい、行こうか。飲み物いる？うん。メキシカンコック。ベビーはダイエットコック。Thank you。びっくりした。椅子が低くてびっくりした。Thank you。Do you guys want? We can do it. Yeah, thank you. Thank you。いただきます。Thank you。はい、今日ベトナムミーズサンドイッチいただきます。いただきます。美味しそう。大丈夫？辛い。いる？ハラペニョ取って、ハラペニョあるんじゃない？あ、こっちも？結構スパイシーピーポーが来るんだ、ここ。
ーゼルにはまだサンドイッチは早いのでいつものベイビースナックだ。ごちそうさま。あいて。サンドイッチ食べていけば激うまってわけじゃないけども OK。 悪くないけど2ヶ月に1回ぐらいかな。2ヶ月。まあこの辺食べるとこよくわかんないからここ回りって感じ。暑いね今日は。お家帰ります。ニュージャージーウーバーロボットエニウェア。頑張れ頑張れ。10年後のフードデリバリーはほとんどロボットがやっているのかもしれない。ベイベーもう昼寝したから寝れないから、まあ、今日はハーゲンダッツちょっとだけ半分ぐらい食べます。鈴を使って娘を呼ぶダメな父親。こっち来いって。来る。来る。来る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 来い。来い。行くぞ。来る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 パッパッパッ来る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 。いいぜ。ベイベーいいぜ。くる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 パッパッパッくる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 
ヘーゼルにミルクをあげる。アイスこぼしちゃったのでシーツじゃなかったソファーカバー洗います。サボりすぎたペインティング2回目。この絵の続き描いていきます。無職のパパが絵を描く。日本で就職することはできなかった。お金も稼ぐことができなかった。社会的地位は何もない。それでも唯一無職のパパが世界に残せるものがある。生きた証、無職の爪痕。それは絵だった。短い人生、無職の TK は絵を描くことを選んだのだ。無職のパパがヘーゼルをお風呂に入れる。ヘーゼル。 이거 할까?
얼룩말.妻が夜ご飯を作っていく。ネギを縦に裂いていく。ブロッコリーを茹でる。マッシュルームとカルビを焼く。今夜は焼肉だ。フィッシュソース、アップルビネガー、アルロース、醤油、チリパウダー、キャベツを入れてよく混ぜる。無職のパパがご飯をよそう。岩塩を振ったら夜ご飯の完成だ。今日の夜ご飯は焼肉定食。いただきます。乾杯。美味しそうな焼肉定食。じゃあまずは日本の焼肉のタレ。焼肉のタレで。焼肉のタレ？美味しい。懐かしい味。前回の動画の人気コメントを読んでいく。TK も親のグループに参加してヘーゼルのために子供同士が遊ぶ約束を開いてみてはいかがでしょうか。子供は小さい頃から人と関わることが大切ですし、 TK さん自身にとっても他の大人と交流できるいい機会になると思います。おいらが今まで避けてきた他人との交流、子供ができたら親としてそういうところにも出ていく勇気が必要なのだ。本日もご視聴ありがとうございました。42歳無職のパパ。朝ごはんを済ませ、家族で図書館を覗き、昼はベトナムのサンドウィッチを味わった。そして午後、部屋に引きこもり、絵を描きながら現実から少し離れた。いつか YouTuber と胸を張って娘に伝えられるその日まで、無職の戦いはこれからも続く。ここまで見てくれたあなたは間違いなく TK's。それではまた次は土曜日にお会いしましょう。おやすみなさい。次回の無職の TK はニュージャージー引きこもり生活。いただきます。願い事が叶う